愛だろ愛。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆてろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、愛の力です。愛の力を軸として、ルフィの愛や、ワンピースの正体、イム様の正体、ルフィ VS イム様などをいろいろ考えていきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。愛の力とは、僕が長い間ワンピース考察をしてきてたどり着いたかもしれないワンピースにおける重要なキーワードです。それは前回見た人もいるかもしれませんが、このように考えました。こちらです。ギャラクシーインパクト。愛ある拳は防ぐ術なし。英雄が暴れ出す。そしてここで僕はやっと気づきました。ワンピースで最も重大なことに12年も考察して気づきませんでした。1話から語られている富、名声、力、この世のすべて。その3つがワンピース一つなぎの代表だと言われていますが、この世のすべて違います。富、名声、力はこの世のすべてじゃない。愛が足りない。愛の力でペローナはモリアを助けに来ました。愛の力でガープ、ヘルメッポ、ヒバリはコビーを助けに来ました。S シャークから波を守りに来たサンジもそれは愛の力だという。ワンピース、富、名声、力はこの世の全てではない。愛が足りない。人を救おうとすれば幾千もの命を救える愛の力。科学や技術は兵器にも愛の力にもなり得る。最終章に見られる愛の力。この愛の力とは、魚人島の乙姫が古代兵器ポセイドンを語る際に話していた言葉です。ここから自我を失ったクマがボニーを助けに来た動力、本能のかけらとは愛の力だろうと考えました。本能のかけらとはいわばワンピース。一つなぎの代表、ワンピースに足りないワンピース。かけらとはある意味で愛の力なのかもしれません。しかし愛の力は人それぞれで違います。サンジの愛の力とは、惚れた女を助けることでした。ナミやロビン、ビビにタシギ、バイオレットなど、サンジは惚れた女を助ける際に力が出ます。これが一番わかりやすい男と女の愛の力です。他にも、モリアを助けたいペローナや、ボニーを助けたいクマの愛の力とは、親子愛でしょう。また、コビーを助けたいガープの愛の力とは、師弟愛でしょう。それでは、ルフィにはどんな愛の力があるのでしょうか？ルフィは異性への愛や親子愛、そして師弟愛もそんなになさそうです。ルフィが持っている愛とは何か？それは隣人愛。汝の隣人を愛せよ。Love your neighbor。これは聖書の言葉。汝の隣人を愛せよとは、自分を愛するのと同じようにあなたの隣人も愛すべきだという意味です。それが隣人愛。ギリシャ語でアガペー。これまでのルフィの解放の旅は隣人愛そのものです。ヒーローにはなりたくないが、困っている隣人がいたら助ける。それがルフィの隣人愛。隣人とはアメリカ英語でネイバース、イギリス英語ではネイバースと書きます。このネイバースという単語は6巻と17巻に見られます。6巻の表紙の壁にはネイバース、17巻のルフィとサンジのユニフォームにネイバース。ただしこの2つのネイバースは隣人愛というよりも仲間という意味でしょうか。しかしやはりルフィの旅は隣人愛に満ちています。これまでのルフィの旅はビビやレベッカ、オタマなど困ってきた人々を助けてきました。カイドウの問いかけに答えたルフィが作る世界とは、友達が腹いっぱい飯が食える世界。それはまさに身近な人々への愛、隣人愛でした。もはやこれがそのままルフィの夢の果てである可能性があります。つまりルフィとは愛が溢れている人、愛の人。そんな愛の力について動画で話したコメント欄には、ワンピースのロゴの愛の部分がルフィだという指摘をいくつもいただきました。つまりルフィとは愛の人。ワンピースのロゴの愛の部分の人、愛の人。それがルフィ。それが小田先生が言っていたタイトルロゴの秘密なのか。それならばワンピースに足りないと考えた愛の力、代表ワンピースに足りない愛とはルフィそのものか。ルフィのような愛がある人でなければ代表ワンピースには意味がない。だからロジャーは俺たちは早すぎたんだと言ったのか。ルフィや太陽の神ニカがいなければ
一つなぎの大秘宝ワンピースには意味がない。両ポーネグリフを完成させても意味がない。つまりは空白の100年を知っても意味がないのでしょうか。だからニカが現れた時、シャンクスはワンピースを取りに行くと宣言したのでしょうか。逆に言えば、800年前に愛の人、太陽の神ニカは封印されたのでしょうか。太陽の封印。このモチーフはワンピースでいくつも見られます。例えば、イム様が冷凍保存している麦わら帽子は太陽の封印か。雨の岩戸に閉じ込められたヤマトもまた太陽の封印。教会に閉じ込められたボニーもまた太陽の封印。ドレスローザの悲劇を描いたジョーラの絵、ダイイングアート。これも太陽の封印か。このジョーラの絵にそっくりなのが73巻の表紙です。73巻の表紙のルフィはまるで牢屋に閉じ込められたかのよう。太陽の神ニカの封印。太陽が封印された。それが800年前の出来事か。太陽が封印されて世界は比喩的に闇に包まれた。そして1年前に考えたように世界中は雪にも包まれたのか。とにかく世界政府の恐怖政治が800年前から始まりました。そんな世界政府は長年4つのものを隠蔽してきています。1、D の意志。2、太陽の神ニカの名前。3、古代兵器。4、リオポーネグリフ。この4つが世界政府にとって不都合なもの、隠しているものです。これらを別の言葉に変換しましょう。すると、1、D の意志とはドーン、夜明けの意志。それはおそらく革命の意志でしょう。2、太陽の神ニカの名前とは、そのまま自由な戦士、奴隷を解放する戦士、ニカを恐れている。3、古代兵器とは使用者によっては人々を救う愛の力です。そんな愛の力が世界政府にとっては邪魔。4、リオポーネグリフとはそのまま隠蔽した空白の100年。天竜人たちがでっち上げた嘘の歴史が明らかになるのか。これら全てがおそらくラフテルに到達するとわかるのでしょう。それは光月おでんの崩壊日誌からわかります。世界の全てを知った空白の100年とは、D の一族とは、古代兵器とは、つまりはイコールロジャーたちも全てを知っている。それは大秘宝ワンピースを見つけると全てがわかる。そんな大秘宝ワンピースを見つけると巨大な戦いが起きると白ひげは言います。大秘宝ワンピースの正体について3年前から考えてきたことをまとめると、まずラフテルとは滅ぼされた王国の跡地、つまり墓場だと考えました。それは海の底にあると。そしてリンクスの酒とは墓参りの歌だとも考えました。その墓場にあるのはロジャーが集めて置いてきた9つのリオポーネグリフがあるのでしょう。この9つのポーネグリフは作中で一度も登場していないことから、僕はそのリオポーネグリフそのものが価値がある宝だと考えました。それはただの石ではなく巨大な宝石エメラルドであると。それはまるで伝説のエメラルドタブレットのような宝石でしょうか。そして宝石といえばジュエリーボニーです。1103話ではボニーに贈られた宝物がサファイアの宝石でできた太陽のネックレスでした。サファイアは9月1日生まれのボニーの誕生石です。すると5月5日生まれのルフィの誕生石とはエメラルド。つまり僕の考察が正しい場合、エメラルドがルフィの宝物になる可能性がある。エメラルドこそが一つなぎの大秘宝なのか、まだ見ぬリオポーネグリフがエメラルドでできた宝石なのか、ボニーの宝物は太陽のサファイア、ルフィが見つける宝物はエメラルドの巨大な宝石か。ルフィとボニーの2人は1話と1101話でつながり、2人は表裏一体で描かれていましたが、しかし一方でワンピースの世界では悪魔の実こそが海の秘宝だと呼ばれています。すると大秘宝とは大きな悪魔の実、いや偉大なる悪魔の実、太陽の神ニカこそが大秘宝ワンピースの可能性もある。つまりルフィそのものが大秘宝ワンピースの可能性、そういったメタファーを読み取ることもできますが、小田先生はワンピースの正体についてルフィたちにはきちんとご褒美があると言います。このことからゴムゴムの実がワンピースでありご褒美でしたという結末ではなさそう。しかしおそらく太陽の神ニカはワンピースにとって重要です。ワンピースを獲得するためか、もしくはワンピースが意味のあるものにするにはルフィこと太陽の神ニカが重要だとわかります。
脱線しましたが、愛の力に話を戻しましょう。古代兵器ポセイドンこと白星を兵器ではなく愛の力であると語っていた乙姫。これは以前も考えたように、今後イム様はルルシア王国だけでなく世界各地にイム砲ことマザーフレームを撃ちまくりそうです。そのことで世界は大洪水となり、箱舟ノアを引く海王類を白星が指揮して幾千もの人々の命を救うでしょう。そんなイム様をルフィは必ず倒してくれるでしょう。それは愛の力で、その愛の力とは隣人愛だと読み解きましたが、具体的にルフィはその隣人愛を使ってどのようにイム様を倒すというのでしょうか。ルフィ VS イム様を考えましょう。ルフィがもたらす隣人愛でイム様を倒す方法、それはある意味ルフィじゃない。ルフィはおそらくNESロビーの時のようにイム様に死の間際まで叩き落とされそうです。そんなルフィの大ピンチに現れるのが、ルフィがこれまで隣人愛で助けた人々、ビビア、レベッカ、ヤマトなど世界中の人々がルフィを助けに現れそう。それこそが一つなぎの大秘宝。ルフィがこれまでもたらした隣人愛がルフィに帰ってくる。そこで人々はルフィの復活を願う。ニカとは人が望み続ける限りその存在が消えることはない。人の願いを叶えるバニヤンツリー、ゴムの木の天然樹脂の幻獣こそがニカでしょう。それならば人々の願いを聞いたルフィは必ず復活してイム様を倒してくれるはずです。それはゴッドエネルを倒したシーンと表裏一体となる。あの人たちを守って神様、この国を守って神様、ハレロー、太陽の神ニカ。このルフィ VS ゴッドエネルのシーンとルフィ VS イム様のシーンがつながりそう。それでは最後に愛の人についてもう一度考えましょう。愛の人とは愛の人ルフィだと考えました。しかしワンピースには愛の人と呼ばれた人物がいます。それは魚人島の乙姫王妃です。乙姫の墓は63巻の隠された表紙でワンピースの愛の部分と重なっており、まさに乙姫も愛の人でした。そんな乙姫と表裏一体となる人物がいそうです。それはイム様。標高 5000m に住むイム様とその真下、海底 5000m に住んでいた乙姫は表裏一体か。アニメに登場したイム様と乙姫をよく見てください。目の形、細い腕、首が少し長い体型。僕はイム様と乙姫は似ていると感じました。イム様と乙姫は表裏一体の可能性がありそう。乙姫は殴った自分の腕が骨折するほどの最弱キャラ。ならばイム様は逆に最強のキャラクターか。乙姫は古代兵器ポセイドンこと白星の生みの親でした。ならばイム様も古代兵器の生みの親なのか。それはもちろん殺戮兵器マザーフレーム。マザーフレームとはメガバンクが製造した動力のことであり、あの兵器はおそらく古代兵器でしょう。さらに僕はあれは古代兵器ウラヌスではなく、もう一つの古代兵器プルトンだと考えました。つまりワノ国に眠る古代兵器プルトンが抵抗勢力であり、古代兵器プルトンは2つあると3年前に考えたからです。そうなると古代兵器ウラヌスとは何か。それはおそらくイム様ではないでしょうか。イム様そのものが古代兵器ウラヌスの可能性。そのように考えれば最終戦争はルフィ側に古代兵器が2つ、ポセイドンの白星と桃之助のワノ国のプルトン、そして世界政府側、つまりイム様側にも古代兵器が2つ、ウラヌスのイム様とマザーフレームのプルトン。古代兵器は2対2で争う構図になるのではないでしょうか。海の神ポセイドンと天の神ウラヌス。そのポセイドンの母が愛の人乙姫です。乙姫は人種差別撤廃を掲げていた人物。ならばイム様は逆に人種差別を推進する人物なのか。そして乙姫が愛の人ならばイム様とは愛が足りない人でしょうか。つまりイム様は800年前に愛に敗れたのか、例えばベッケンのように誰かに振られたのか。もしもそうであればイム様が振られた相手とはおそらくリリーでしょう。1085話でリリーが裏切り者 D であると知ったイム様はどこか寂しそうな目をしていました。ここからイム様が800年前リリーに惚れていたことがわかります。800年前のリリーはビビにそっくりでしょうから、ビビが欲しいというイム様は明らかに未練がありそう。
そんなイム様はパンゲア城で青い蝶々をめでていました。この青い蝶々は幸せを呼ぶ青い蝶々ユリシスでしょう。ユリシス。リリーとは英語でユリのことです。つまりユリシス、リリーシス。リリーがビビにそっくりであれば、リリーの髪色も青いはずです。青い蝶々ユリシスをめでているイム様は、青い髪のリリーの死を憂いでいると読み解けそう。とにかくイム様はやはり愛が足りない人なのか。愛の人乙姫と愛が足りない人イム様。乙姫は金魚の人魚でした。金魚は中国では竜が天に昇る前の姿だと言います。それならば天竜人の頂点、イム様は以前考えたように海蛇リヴァイアさんやウロボロスの能力者なのか。ルフィが最後に倒す怪物とは巨大な海蛇である可能性があります。なぜならこのヒントはおそらく魚人と巨人のハーフ、ベイビーバックファイト編に登場したウォータン。このウォータンは土壌の魚人でした。土壌はなんとなく海蛇みたい。このウォータンが倒されたのは312話。話数の語呂合わせは罪人。その312話のタイトルはゴール。これがワンピースのゴール。そのゴールの扉でモンキーが読んでいる本はラブストーリー。愛の力の物語。以上です。今回は愛の力を軸としてワンピースの今後の展開やクライマックスシーンを考えてみました。皆さんはどう思われましたか？コメント欄によろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。